本動画は劇場版のネタバレを含みます。苦手な方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。機動戦士ガンダムシードフリーダム。本作は白熱した戦闘シーンや BGM、ファンサービスたっぷりなシーンも多くあり、何度見ても新しい発見があるので飽きない作りになっています。そんな本作は映画公開後、関係者の方々のインタビューなどで裏話が多々公開されていて、小ネタがたくさん仕込まれています。そこで今回は一度見るだけでは気づけない小ネタについてまとめて見ていきたいと思います。ユニウス条約の変異。ユニウス条約とはガンダムシードの最終決戦である第二次ヤキンドゥエ攻防戦の後、プラントと地球連合の間で結ばれた停戦条約です。様々な内容が盛り込まれていますが、その中にはミラージュコロイド技術の軍事的利用の禁止やモビルスーツなど兵器へ無限のパワーを与えるニュートロンジャマーキャンセラー搭載禁止という内容があります。まずミラージュコロイドに関してですが、該当する技術として透明化というものがあります。映画内ではキャバリア・アイフリッドや暁の輸送艦、そしてレクイエムのビームを屈折させる中継リングやセンサー管などが透明化していました。またデスティニーの残像もミラージュコロイドの技術が使用されています。つまり中立国であるオーブはもちろんのこと、プラントも使用していることがわかります。では核についてはどうでしょうか。まずコンパス陣営のライジングフリーダムなどは核動力なのかどうか今のところ明言されていません。かつてのフリーダム系列機はスラスターに赤い粒子が混じっていて、この赤い粒子は余剰電力が放出されたものという設定が存在するため、ライジングフリーダムがバッテリー機であれば余剰電力の放出はされなさそうな感じがしますが、そもそも核動力機の中でも赤い粒子が見られるのはフリーダム系列機だけなので、メタ的には赤い粒子はただの演出に設定をつけたものと解釈することができそうです。またバトルスピリッツの内容から察するにバッテリー駆動のように見えます。さらにコンパスという連合とプラントをつなぐ組織が核動力では示しがつかないので、勢力面から考えても核動力とは考えにくそうです。とするとライジングフリーダムとイモータルジャスティスなどコンパスの機体はバッテリー機と思われます。逆にファウンデーションのブラックナイツは核エンジン搭載機の可能性があります。ブラックナイツは膨大なエネルギーを使用するビームマントというかビームシールドを常時展開していたり、ライジングフリーダムをパワーで圧倒していたり、かつてデスティニーが使用していた残像を使用している。つまりミラージュコロイドとボアチュール・リュミエールを使用しているということが考えられるため、膨大な電力を消費しても戦い続けられる核動力と思われます。勢力面でもファウンデーションは地球連合から独立した組織なので、ユニウス条約に縛られず核を軍事利用していることが伺えます。また福田監督の話では、本作は地上にニュートロンジャマーキャンセラーと発電施設がある世界ということが明かされています。これらのことからコズミックイラ75年の世界としてはユニウス条約は変わらず有効なので、地球連合とプラント間での核やミラージュコロイドの軍事利用は表向きは禁止されているものの、各国が有事に備えて準備はしていて、何かあれば即座に使用できるようにしているのだと思われます。地球連合も戦術核を持ってはいるものの、自分たちからそれを使用することはしていませんでしたが、ファウンデーションの策略によって使用されてしまいました。そのため後半では地球連合がユニウス条約を破ったという建前ができたので、ファウンデーションはプラント急進派とともに条約違反だぞと言い、ミラージュコロイドで隠していたレクイエムを使用できるようになったと思われます。ファウンデーションの謎。映画ではキラたちの敵となったファウンデーションですが、意外とその国家や主要メンバーの生い立ちははっきりしていません。しかし断片的に各所で情報が出ています。まずファウンデーションがデスティニープラン導入国家ということが小説版で明かされています。映画ではどのようにして急成長を遂げたのかわからず、裏路地で市民が射殺されている様子をアスランが確認している光景が描かれていますが、これは小説版によるとファウンデーションには貧困害があり、一部の国民は政府の恩恵を一切受けておらず、デスティニープランに反対する者たちは逮捕されるかその場で射殺されていることが明かされています。小説内でファウンデーションはデスティニープランで意思決定を簡略化して生産性を向上した国家ともされていますが、
それに加えて、福田監督の話では、ファウンデーションは中古で軍需関係をザフトから購入していることが明かされているので、連合から独立した国家ではあるものの、どちらかといえばザフト寄りの国家で、最小のオルフェが独身術を用いて経済成長に尽力してきたと考えるのが良さそうです。なお、ファウンデーションはコンパス襲撃時、ジャミング機能 NJ ダズラーを用いて通信を阻害していましたが、この時アルバートは NJ ダズラーはまだ実用化に至っていない技術で解決方法をどうしたんだと言っていました。プラントから入手した基礎技術をもとに、ファウンデーションの技術者が問題点を解決したと考えられるため、登場していない優秀な技術者がいることがわかります。また、ブラックナイトスコードたちは、ザフト系の技術が随所に見られます。ブラックナイトスコードカルラは、ストライクフリーダムやデスティニーの光の翼のようなものが見られるので、ザフトからこれらの機体の情報を入手して開発されたと思われます。また、ブラックナイトスコード芝は、インフィニットジャスティスのように近接戦に特化した仕様になっています。さらに、ブラックナイトスコードレドラは、デスティニーのように残像を残していました。このような背景から、全対戦で最強クラスのモビルスーツのデータを解析して作られた機体を運用することで、地球連合も口出しできない国家としての地位を高めていったと考えることができそうです。なお、フェムテック装甲について、ビームに強い装甲となっていますが、実弾体制がどうなっているのか、まだ設定は公開されていません。ただ、映画内では、格納庫で映るブラックナイトスコード芝のカラーリングがフェーズシフト機のようなグレーダウンはしておらず、そのままの配色で映っていたので、フェーズシフト装甲の発展系ではなく、フォビドゥンレイダーカラミティのトランスフェーズシフト装甲のように、装甲内のセンサーがビームを感知した時に対ビームバリアが展開する仕組みになっていると思われます。ただ、実弾に弱いというわけでもなく、アークエンジェルのイーゲルシュテルン直撃にびくともせず接近していたり、村雨海の至近距離でのミサイルで傷一つ負っていなかったことから、フェムテク装甲の特性は、実弾耐性の高いフェイズシフト装甲と、ビーム耐性の高い暁の矢田の鏡の中間といったところだと思われます。東山島。かがりが後継者候補として育てている人物で、作中では、かがりの付き人のような形で登場しました。14歳の少年ですが、見た目がフラガ一族にも見えるような容姿で、なぜか、設定画では、アンバランスな服装にも見えることから、ラウル・クルーゼのクローンなのではないかとも思われましたが、いざ映画が公開されてみると、かがりと多少会話する程度でした。そんな東野は、福田監督の話によると、深い意味はないとされています。映画公開前にファンの興味を引くためにあえてこういったデザインで描かれたのかもしれません。かがりの早すぎる手配。モビルスーツを失ったキラたちは暁島へ向かいましたが、この時マリュウはキラたちと一緒にいるにもかかわらず、ムーだけはその場にいませんでした。また、オーブはシャトルをマスドライバーから発射しているシーンがあります。映画ではこのシャトルは誰が乗っているのか分かりませんでしたが、福田監督の話でこのシャトルにはムーと暁、ゼウスシルエットが乗っていることが明かされています。かがりは暁と書かれたファイルと他2つのファイルを持っているので、この資料の中にゼウスシルエットやストライクフリーダム2式、デスティニースペック2、インパルススペック2の情報が載っていると思われます。ファウンデーションの謀略を感じたかがりはすぐさま暁を宇宙へ送り込み、草薙にもすぐに動けるように指示を出していたと考えると、オーブ代表としての指揮統率力の高さが伺えます。ルナマリアのベッドシーン。ファウンデーションのパーティーの後、真のバカとベッドでつぶやくルナマリアと外で体育座りするシーン。福田監督によると、このシーンは真が誘うもルナマリアが断ったとのこと。後半では真が生きていたことを知ったルナマリアが泣いているので、確かに逆でルナマリアが誘って真が拒絶していたと考えると、真に泣きながら抱きつくルナマリアの見え方にちょっと違和感が出てしまうような感じがするので、真から誘ったという描写の方がしっくりくる感じがするのではないでしょうか。エザリアの品定め。イザークの母であるエザリア・ジュール。映画では急進派のクーデターから逃れるため、ラメント議長がエターナルに上艦した時に一緒に乗っていました。この時イザークと共にいた司法を見ていましたが、これは福田監督曰く、イザークの花嫁候補の品定めとして司法を見ていることが明かされています。シードデスティニーの後日談を描いたドラマ CD では、
エザリアは花嫁候補探しに躍起になる様子が描かれているため、そこからつながっていることがわかります。作画ミス。一つ目は映画前半で悩めるキラがデスクでデスティニープランを眺めるシーンです。この時の時計は23時43分を指していますが、その後キラが寝てラクスが毛布をかけるシーンでも時計は同じく23時43分になっています。これはツイッターで発見した方がおられて、福田監督も作画ミスだと気づいたものとなっています。他に厳密には作画ミスか分かりませんが、私が一つ気になるシーンを見つけたのは、後半のズゴックがストライクフリーダムをかばって中のインフィニットジャスティスが出てくるシーン。すでにキラは種割れしているにもかかわらず、なぜかアスランが助けた瞬間だけ通常の目になっていました。もしかしたらこれも作画ミスなのかもしれません。アスランは完璧ではない。最強の戦士であり、キラを叱咤するかっこいい姿が目立ったアスランザラ。しかし福田監督の中ではヤッツは何かが間違っているとのこと。確かに強さではトップクラスですが、どこか迷いがあるがゆえに最強とは思えない描写が目立つ人物でした。そこで映画ではかっこよく描かれすぎるのを避けるため、かなりの妄想というオチをつけることになったことが明かされています。最後の裸。映画では彼女の全てを愛してると言い、心から結ばれたキラとラクス。ストライクフリーダムがプラウドディフェンダーと合体する際に、ラクスがエンゲージと言っているのは、婚約という意味のエンゲージとかけているとも解釈できます。マイティストライクフリーダムが白基調なのは、結婚のイメージから来ていると解釈することもできそうです。そんなキラとラクスですが、シードデスティニーのブルーレイ特典では、オープニングでキャラクターの裸が描かれているのは、心情が明かされているという意味を持つことが語られています。本作の最後では、キラとラクスが裸で手を取り合っていることから、二人が心から結ばれたことを表現しているのではないでしょうか。ちなみに、こう考えると、かなりの裸を想像するアスランに対して、アスランの裸は出ていないので、二人が結ばれるのは、まだ先ということも含まれているような気もします。ノイマンの凄さ。コズミック・イヴァ、最強のソーダ種と言われるアーノルド・ノイマン。その凄さは、細かなところで表現されています。レクイエムを回避する際、マリューはローエングリン、緊急制動といったことしか言っていませんでしたが、ノイマンは鮮やかに回避していました。一瞬逆さになっているので、シード時代に重力化にもかかわらず反転をやってのけたことのオマージュも入っているのかもしれません。そんなノイマンの操舵技術は他にも見ることができるようになっていて、アークエンジェルとミレニアムがファウンデーションに訪れた際、着水時の水しぶきがアークエンジェルの方が圧倒的に少なくなっています。ラッキースケベ。イモータルジャスティスを破壊され助けてもらったヒルダのギャンシュトロームのコックピットでヒルダの胸をしれっと触っていました。シードデスティニー第1話でシンは偶然ステラの胸を触ってしまっており、友人のヨウランからラッキースケベと言われていたことから、シンは映画でもファンからラッキースケベと言われるようになりました。なおヒルダは驚いた表情をしていましたが、ヒルダには同性愛者という設定があるため、多少怒られた程度で済んでいるかもしれません。ニコルを忘れないイザーク。過去の過ちは繰り返させないイザーク・ジュール。本作ではデュエルブリッツに登場しており、機体からもニコルを忘れないという思いが伝わってきます。そんな本機はランサーダートを使用する際、一度体を後方にひねる動きがブリッツのグレイプニール射出と酷似したモーションになっています。リアッカとミリアリア。シード時代に一時期付き合っていた2人ですが、シードデスティニーでは別れたと思われる描写がありました。現在どうなっているのかは分かりませんが、今作ではリアッカの登場機ライトニングバスターの名前のライトニングが稲妻という意味なので、雷神トールを指し、トールといえばアスランが殺したミリアリアの恋人だったことから、トールの死を悼むという解釈でライトニングバスターという名前になっているのではという説が存在します。ご当地写真ではリアッカとミリアリアが一緒に写るものがあるものの、映画内では2人の交流は特になく、2人ともそれぞれの道を歩んでいるので、まだ付き合っているといったことはなさそうに見えますが、あえて付けられた名前なのかもしれません。なおライトニングもブリッツも稲妻や電撃といった雷に関連する言葉なので、トールは関係なく、
リアッカとイザークは2人ともニコルを忘れないという意味で、デュエルブリッツとライトニングバスターという名前にしているとも言われています。名前の由来は、まだ公式から明かされていませんが、皆様はどちらだと思いますでしょうか。アスランにはレジェンド。シードデスティニーでは、本来、レジェンドにはアスランが乗るはずでしたが、アスランが脱走したので、レイが登場しています。アスランは、最強格のパイロットとはいえ、ドラグーンを操れるのか不明でしたが、映画では、ストライクフリーダムで、ドラグーンを自在に操っている姿が見られました。ドラグーンの操作には空間認識能力が必要とされますが、アスランにレジェンドを渡そうとしていたデュランダルは、パイロットとしてのアスランの見る目があったことがわかります。フェーズシフトダウンの謎。ライジングフリーダムの動力が核なのかバッテリーなのか、まだ公式発表はされていません。しかし、ライジングフリーダムとストライクフリーダムが、ブラックナイトスコード芝の単身投射システムを受けてフェーズシフトダウンした際、2機のエネルギーゲージの描写に違いがあります。まず、ライジングフリーダムの場合は、戦闘でエネルギーが一気に減っていき、アラートが表示されていました。しかし、ストライクフリーダムの時、エネルギーゲージのところに、オーバーチャージという文字が表示されています。オーバーチャージといえば過充電などを意味するため、ライジングフリーダムは、純粋にバッテリーだけで稼働していて、ストライクフリーダムにおいては、核エンジンからバッテリーへ一気にエネルギーを供給して過負荷をかけすぎたことから一時的に充電できなくなっている状態になっていると考えることができそうです。デスティニーの分身。作中後半では大量の分身を出してブラックナイツを翻弄した真のデスティニー。ブーメランも大量に投げていたりするので、どこのスーパーロボットかと突っ込みたくなる演出にも見えますが、この分身、演出を細かく見てみると、実は攻撃として実際に当たっているのは本体のものだけになっています。ブラックナイツを倒した際、1機は残像の背後から出てきたヒルダのゲルググメナースが撃破。次にアロンダイトで撃破。さらに2枚のブーメランで切りつけてからの背後から高エネルギー長射程ビーム砲で撃破。そしてパルマフィオキーナで撃破。つまり残像は質量を持たないもので、あくまで一機のデスティニーが攻撃しているということがわかるようになっています。また、マスターグレードデスティニーの説明書では、デスティニーの装甲はアクティブな状態では鈍い金属光を放ち、必要以上に送られたパワーは光子として関節表面から放出されることが明かされているので、スペック2は動力が強化されて赤く光るようになったと思われます。おっさんじゃない。映画後半ではゼウスシルエットを受け取ったシンがムーに対しておっさんと言い、ムーはおっさんじゃないと返していました。これはガンダムシードで味方になったリアッカがムーに放った言葉と同じとなっています。もともとシンとネオは敵対関係であり、ネオは戦場にステラを出さないとシンに約束したにもかかわらずデストロイに乗せた張本人なので、シンからすれば味方として認めがたいところもありそうな気もします。リアッカとムーもずっと敵対していたという同じ経緯の2人なので、シンも素直にムーさんと名前を呼ばずおっさんと呼んでいたのかもしれません。ズゴック登場シーン。誰も予想できない登場をしたズゴック。ミュージックビデオではあの感動をもう一度というセリフの箇所でズゴックのシーンを使用しているあたり、公式がフリーダムということがひしひしと伝わってきますが、そんなズゴックの登場シーンは初代機動戦士ガンダムでズゴックが登場するシーンのオマージュということが明かされています。なお、この時の楽曲である援軍も初代でのズゴック登場シーンを感じさせる作りになっているようです。イモータルジャスティスの撃墜。シンはイモータルジャスティスで戦いを繰り広げる中、ブラックナイトスコードに両断されてしまいました。このシーン、シードデスティニーでシンがキラのフリーダムを撃墜した際のシーンに似た構成になっています。キラはインパルスに追われる中、アークエンジェルが攻撃を受けたことで一瞬気を取られます。そしてその隙にシンは一気に間合いを詰めてフリーダムを突き刺しました。映画ではシンは黒煙を上げるアークエンジェルに気を取られた瞬間切られてしまっているので、あえて似たような構図として作られたのかもしれません。アークエンジェルのエンジン切り離し。黒煙を上げるアークエンジェル。もう持たないと判断したマリューはエンジン切り離しを指示しました。機動戦士ガンダムではホワイトベースが誘爆を避けるため
被弾したエンジンブロックを切り離しており、オマージュになっていると思われます。ドラグナーのオマージュ。本作では、機甲戦機ドラグナーのオマージュがいくつか登場しています。まず、ズゴックやストライクルージュに装備されたキャバリアーアイフリッド。ドラグナーに登場する支援機、キャバリアーゼロと似たデザインで登場しました。なお、ジャスティスの二刀流サーベルやリフターといった武装の原点は、ドラグナーなので、監督のドラグナーへの思いが伝わってきます。また、前半で半壊したデストロイと戦った際、ライジングフリーダムとイモータルジャスティスが連携し、同時にビームサーベルを突き刺して撃墜していますが、このシーンは、同じくドラグナーで、ラスボスのギルガザムネを倒したシーンのオマージュということが明かされています。ということで、シードフリーダムの小ネタまとめでした。他にも気づいたことや、皆様の好きなシーン、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。